これ前の動画でも言いましたが、何でも予測とその準備が大事です。用意しておけば止まらないじゃないですか。で、止まらなかったら結果として成功する確率高くなります。皆さんこんにちは。自称行動力の鬼ごとく立花さゆりです行動できる人と行動できない人の違いは能力ではないんです。実は毎日の口癖と考え方の癖なんです。今日は私が実践している動ける人の3つの習慣ということでお話ししていきます。では早速いきましょう。まず1つ目です。やる前から諦めないことです。やってみてもないのに諦めないことです。これは私の人生のモットーの一つです。私たちの脳を悪く言うと怠け者なんです。で、よく言うと賢くて防衛本能がすごいんです。っていうのは現状維持が安全だと思ってるからなんです。それで何か新しいことを始めようとすると必ず何かの言い訳を探し出します。例えば時間がない、失敗するかもしれない、私に向いてないかもしれないなど。でもそれは事実ではなくて脳が現状維持をしようとしているだけなんです。だから新しい挑戦を止めてくるんです。そんな時は心の中でこう言ってください。やってもないのに諦めない。やる前から諦めるのはやめましょうって言ってください。これを口癖にしてください。はい、では2つ目です。めんどくさいを口にしないことです。もちろんめんどくさいと思うことは誰にでもあります。気分が乗らない日もあるし、やる気が出ない日もあります。でもそのたんびにめんどくさいって口にしてしまうと、脳はやっぱりやらなくていいんだっていうふうに学習してしまいます。だからその気持ちがどんどん強くなってしまうんです。去年私の古くからの友達が何か新しいビジネスをやりたいんやけど何がいいかなっていうふうに相談してきたんです。で、私が彼ができそうなことを3つ4つぐらい提案したんです。そしたら彼がもう口を開くたんびにめんどくさいって言うんですよ。それもめんどくさい、あれもめんどくさいって言うから、私がじゃあ人を雇ったらいいんじゃないですかって言ったら、いや人を雇うのもめんどくさいって言うんですよもうこっちがめんどくさくなりましたもんねはい、では3つ目です。これとても大事です。3つ目はいつもプラン B を用意することです。うまくいかない可能性は誰にでもあります。でもそこで終わりではないです。この方法がダメだったら次はこれでいこうっていうふうにプラン B を立てることです。最初から別の選択肢を用意しておけば失敗しても前に進めます。そして何より時間の短縮になります。っていうのはそのプラン A はそれなりのいいやり方だと思うんですよ。で、それが砕けた時の心境はなかなか大変だと思うので、立ち直るのにある程度の時間がかかると思うんです。で、その時間ロスを防ぐためにも事前にプラン B を作ることです。そして自分のプラン A を過信しすぎないことです。これ前の動画でも言いましたが、何でも予測とその準備が大事です。プラン B を用意しておけば止まらないじゃないですか。で、止まらなかったら結果として成功する確率高くなります。はい、では今日の話をまとめます。やってもないのに諦めないことです。めんどくさいを口にしないことです。そしていつもプラン B を用意することです。才能や自信よりも大事なのは行動する習慣です。ぜひ皆さん今日からこの3つを意識してみてください。はい、ではここで皆さんに質問です。どうせ無理やろなと思ってやってみたら意外とうまくいった経験ありますか？どんな小さなことでも大丈夫です。皆さんの体験談がこれから挑戦する誰かの後押しになるかもしれないです。ぜひコメント欄で教えてください。はい、では続きましてさゆり先生の小話コーナーです。どうぞ。はい、ではさゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイはい、今日の話でやる前から諦めないのが私のモットーの一つって言いましたが、もう一つあります。それは試す前から疑わないことです。例えば
そんなの嘘に決まってるとか、どうせ効果がないよっていうふうに試す前から否定してしまう人結構多い気がします。でも私はまず試すタイプです。私以前 YouTube で韓国に嫁いだ日本人女性の動画を見てたんです。でその女性が肌荒れに悩んでたら、韓国のお母さんが昔ながらの方法を教えてくれたんですって。でその方法が玉ねぎをスライスしてワインに一晩つけて、でそのワインを飲むっていうものでした。でその女性のお肌めっちゃ綺麗になってたんですよ。でちょうど私その頃ちょっとお肌が荒れそうだったので、よしやってみようと思って、で気づいたら30分後にはスーパーで安い赤ワインと玉ねぎを買って、で100円ショップで保存用のジャーまで買ってましたそしてそれを毎晩寝る前に飲んでたんですよ。効果どうだったの？効果あったの？って気になりますよね結局な、次の日になると周りからなんか生の玉ねぎ臭いって言われてやめましたなのでお肌への効果は最後まで分かりませんでしたでこの話で何を伝えたいのかって言いますと、効くかどうか分からなくても試さなければ一生分からないってことです。もちろん安全性が確認できることが大前提やけど、人生は試した回数だけ可能性が広がるのではないかと思います。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。